ちょっと聞くわ、お前らにも。日本の人たちがどうやって挨拶をするのかっていうのを聞いて回ってるんやけれども、聞いて回ってるんやけれどもとかって関西弁を使うときっと、視聴してる人たちは混乱すると思うんだけど、まあ、いずれにしても、最初初めて初対面で会った人たちに対して、まあ、どういう挨拶をするのかっていう、例えば、俺らがこの3人が初対面だったとして今、どういう感じになるのかなっていう。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、ヒロです。ボンです。こうです。どうも。いや、こんな感じに、そうはならないと思うけどな、俺。こんな感じでしょ、大体。いや、なんかさ、日本の人たちの挨拶ってさ、お互い目見ないし、特に友達の友達とかに初めて会うときってさ、結構照れがあってさ、なんかあんまちゃんと挨拶しないよね。はじめましてとかもあんま言わないよね。あ、どうもかもね。あ、どうも。あ、どうも。以上だよね。お互い自己紹介みたいなのもあんまないよね。うん。あ、こんにちは。ヒロの友達のボンです。以上だよね。なんかそれでどういうことやってんのとかも聞く人もいるのかもしれないけど、まああとはもうなるべくもう話しかけないでくれっていう。まあ俺は人見知りだからかもしれないけど。気まずさはあるわな。ちゃんと話すとしたらもうなんか飲み会でからとか。確かになんか話しましょうっていう状況にならないと話さないね。俺らはなんかまあフットサルとかやるけどさ、こうとかは、まあ例えばボンが連れてきた人とどういう、まあお前はそもそも人見知りだから違うのかもしれないけど、普通の人と。お前目合わせないもんな、基本的に。今もお前カメラに目合わせてないし。カメラに目合わせてない。まあでもまあ、そんな感じが。とりあえずその初対面はちょっとぎこちない感じになりますと。対面はようわからんわ。で、じゃあ、普段よく、まあ仲いいつが割と仲いい感じの、例えばまあ俺らみたいな関係のやつだと、会った時の挨拶は、というと、俺は、なんか挨拶がほぼないよね。ウィーぐらいだよね。ウィーぐらいだよね。だから、例えばそのさ、なんか、日本語学んでる人の教科書にはさ、なんか、こんにちは、お久しぶりです、みたいな。うん、そんなありえないよね、ぶっちゃけ。仕事とかだったらね、あるけど。仕事とかだとあるね。友達はないな。仕事でもこんにちはってめったに使わない。ああ、お世話になっておりますだね、とかだね、多分。ボンさんはどういう感じなのかな、その、ちょっと特殊な仕事をしている方なのかもしれないけれども、お世話になっておりますとかじゃないの？お世話になっておりますは言わないな。まあ、めっちゃ距離感ある人だったら言うかもしれないけど。ウィーぐらい。ウィーみたいな。ウィーやったらもうぶっ飛ばされるやろ。親しい関係性の取引先とかだったら、でもこんにちは言うよ。俺昼とかにカフェとかで打ち合わせとかだったら、うん。こんにちはって言って、お久しぶりですとか言うね。それだとまあ、普通に会社で働いてる人とかみたいな感じってこと。うん、だから、硬い感じの教科書的な、に書いてありそうな感じの挨拶はもう俺らはまああんまやんないよね。やんないね。やんない。いやまあちょっと距離が遠いぐらいの知り合いとか友人とかだと久しぶりぐらいは言うかもしれないけど、本当仲良くなるともうなんか何も言わないよね、多分。うん。それは、あれだ、お疲れ様ですは言う。お疲れ様ですはいいか。うん。だから別にその日本人の人と仲良く例えばなって、それですげえ仲いい友達がなんか挨拶しないと言うからといって冷たいとかじゃなくて、まあ俺らはそういうのあんま言わないと。まあ仲良ければ。まあ分かってるだろうぐらいの。うん。距離感による。まあ距離感にはよるね、確かに。友達の中でもちょっと割と距離あるというか浅い関係の人とかだったら、元気してたとかなんかそういう、ちょっとこう仕事寄りの、はいはいはい。そう、ね。声かけの人にはなるわ。じゃあ最後に、家族と会った時ってどういう感じの挨拶をするのかっていう。家族と会った時ってさ、俺ら男だからかもしんないけどさ、うわー久しぶりみたいなのないじゃん。ないね。なんなら俺顔見ないし、みたいな。元気だったって例えば母親が言ったとして、俺はまあ、全然普通みたいな。以上。その時はな、余計なるな。なんかその親しい友人以上に冷たくならないなんか。なんか全部あれかもね。本当はその仕事関係のような感じの言葉
声かけをするべきかもしれないけど、親しい友人関係になるとそれがなんか若干照れくさくなり、ういみたいな感じになって、家族になるとそれが余計照れくさくなり、なんかちょっとこう、会話するのもちょっとなんか、気持ち悪いみたいな。気持ち悪いは言い過ぎやろ。気持ち悪いか気持ち悪くないかって言ったら、まあ気持ち悪いね。ありがとうっていうのもちょっとなんか恥ずかしい。いや、ありがとう言えないな、俺、母親とか父親に。どうもだな、どうも、みたいな。そのアドスと、アドス。ありがとうとか言ったこと、もう、20年ぐらいないんじゃないかな、もう。ありがとうって言えないな。まあ、LINE で、だったら言う。ああ、言うね。LINE だったら言うね。言葉じゃ言わねえな。言葉だと言わないな。てか、ありがとうっていう機会ないと思うけどね、あんまり、普段の生活で。ありがとうございますか、サンキューとか、どうもとか。サンキューってなるな、親とか。友達も。サンキューっていうの、親に。うん。めっちゃ仲いいやん。全然仲良くないけど、サンキューだったら言えるな。サンキュー言わないな、親に。ありがとうはなんかね、すげえ照れくさい感じするよね。サンキュー言うかな、親に。友達にもさ、ごめんとかごめんねとかって言えないけど、すまんだったら言える。すまんは言えるね。ごめんは言えないな。ごめんっていう機会ってあんまりなくないって思うよ。恋人が彼氏とかになんかごめんって言いそうだけど。まあ、あと逆もありか。彼氏が、なんかそういう関係だったらごめんって言いそうだけど、友人にごめんっていうか、悪いかすまんでね。ああ、うん。で、親にもちろん言わないし、で、仕事関係になるとすみませんでしたになるんで、教科書、日本の教科書使わない方がいいです。フォーマルなやつは。それはちょっと言い過ぎだけど。外人はさ、その、外人ってちょっと聞いて不快になる外人がいるかもしれない。いや、まあいいと思うけど。みんな言ってさ、感情表現が豊かなのかどうなのかっていう。感情表現がなのかわかんないけど、でも確かにさ、その、使い分けはあんまない気がするね。なんかその、照れによってちょっと言葉を変えるみたいなのはないのかもしれないね、確かに。言葉がそもそもないってこと。ソーリーしかないってこと。ソーリーしかないんじゃない？日本だったら、すまんとごめんとすみませんでしたと申し訳ございませんでしたと、なんかいっぱいあるじゃん。丁寧に謝るっていうか、本当ごめんみたいな時は、I'm terribly sorry とか、I'm so sorry とか言うんだろうけど、なんか、ソーリーに変わる言葉みたいなのがない気がする。あんのかもしれないけど。日本人、場所にもよるもんな。なんか、東北の人とか特にさ、人見知りっていうか、感情出さないというかさ、表現しない。ああ、それあんのはもうな、その西日本っていうか、関西系だとちょっと強いとか。関西の人は、まあ、おとなしい人もいるけど、でもやっぱ、東北の人と比べたときに、やっぱ喋る。関西人はよく喋るわ。これ面白いな。視聴者の人たちでそのコメントを書いていただければ、自分たちの国ではもう同じようなことがありますよとか、まあなんか全然違うよねとかっていうのが、なんかそういうフィードバック的なのをもらえれば、今後のまあ動画のネタにもなるというか、新しいトピックのネタにもなるんで。うん。ですね。てな感じかな。